今日はリゾートバイトで沖縄に4ヶ月半滞在していた私が独断と偏見で選んだ沖縄そばのおすすめのお店を5つ紹介したいと思います。どこも本当に美味しいお店ばっかりだったので、ぜひ沖縄旅行の前にチェックしてみてください。それでは早速紹介していきます。最初にご紹介するのは泉そばです。ここは那覇空港から結構遠いんですけど、バスだと行きづらい場所にあるので車必須です。駐車場も結構あります。こんな感じの古民家なんですけど、行きづらい場所にあるにもかかわらず結構人が来るみたいで、こうやって待つこともあるみたいです。メニューはこんな感じで、泉そばが一番人気メニューになってます。注文は食券タイプになるので現金しか使えないのが注意点です。ここは沖縄在住の友達に連れてきてもらいました。早速来た泉そばこんな感じなんですけど、お肉2種類入ってます。で結構あっさりめのスープなんですけど、麺はこだわりの自家製麺らしいです。でゴーヤと冷ややっこもついてました。ここは沖縄そばももちろんおすすめなんですけど、この外観っていうか景色もすごい好きでおすすめなんですよね。ぜひ行ってみてほしい沖縄そばのお店です。次に紹介するのがこの泣き人一富士っていうお店なんですけど、ここは豚骨のベースなんですよ。スープがもうね、私これ沖縄で行った沖縄そばのお店の中で一番好きなお店だったんですよ。でジューシーもすごい美味しくって、ここはまた行きたいお店です。で豚骨だしだけじゃなくって、このソーキと三枚肉が黒糖で煮込んであるんですよ。なんかすごい甘いんですけど、それがすごく合うんですよ。もうこんな美味しい沖縄そば食べたことないっていう味をしてました。でここジーマーミ豆腐が手作りなんですけど、私が行った時も売り切れてたので早めの時間に行くのがおすすめです。次におすすめなのがこのプチプチというお店なんですけど、ここはウミンチという施設の中に入ったお店です。でここの沖縄そば何がおすすめかっていうと、もずくが練り込まれた麺ってよくあるじゃないですか。でもここは海ぶどうが練り込まれてるんですよ。でさらに上に海ぶどうがトッピングされてます。この普通の沖縄そばでも海ぶどうが乗ってます。でさらにこの海ぶどう卵かけご飯、これがもうやばいので、ぜひセットで頼んでみてください。この1000円の大盛りじゃなくてちっちゃいサイズがあるんですよ。それをセットにつけて沖縄そばと一緒にこうやって食べるのがおすすめです。こんな感じで緑の麺になってます。で海ぶどうのね、もうプチプチが本当にたまらない。本当にお店の名前プチプチだからね。でこの卵かけご飯なんですけども、卵かけご飯っていうかもはやこの海ぶどうがメインになってます。でこうやって生卵を絡めて食べるんですけど、この海ぶどうの塩っ気がね本当に最高です。でここがおすすめの理由がもう一つあって、この施設内にカフェがあるんですけど、ここのカフェの中になんと海ぶどうソフトっていうのがあるんですよ。この海ぶどうソフト本当にびっくりするんですけど、海ぶどうがそのままアイスクリームの中に入ってるんですよ。これね騙されたと思って本当に一回食べてみてほしいです。本当に美味しかったです。で次にご紹介するのがうむさんの庭っていうお店なんですけど、ここはねこうやって海が見えるテラス席があるんですよ。私が行った日はねちょっと暑すぎて夏だったので誰も座ってなかったんですけど、でおすすめのメニューが三枚肉の炭火炙りそばっていうのなんですけど、他にも天ぷらとかおでんとかがありました。でここはつるとんたんをプロデュースしてる会社がやっているお店なので、麺も大盛りが無料です。で私この時ねシュノーケリング行く前だったので大盛りにしなかったんですけど、大盛りで食べたかったぐらい美味しかったです。このねお肉のトロトロが本当にやばかったんですよ。この炭火肉のもうこんな感じで、器もつるとんたんみたいな感じだし、店内もすごい綺麗な感じだったんですよね。ぜひ訪れてほしいお店の一つです。で最後にご紹介するのがウフヤーっていうお店なんですけど、ここはもう完全に観光客向けのお店っていう感じです。駐車場がね広いんですけど、駐車場からお店に行くまでの道も結構長くって、5分も行かないけど結構歩きました。でここはねもう待ち時間がすごくあるんですよ。もう待合席みたいな席があって、そこで30分ぐらい待つかもしれないです。ただここは11時と11時半は予約ができるみたいなので、待ちたくない人は予約をしておくのがおすすめかもしれないです。ただこの今ね表示されているのが3月17日時点で見たんですけど、4月6日しか次の予約が空いてなかったので、かなり人気っぽいですね。やっぱりここはね雰囲気を楽しみたい人におすすめで、私は軟骨ソーキそばとジューシーを頼みました。こんな感じでね、もう外とつながってるんですよ。その外の空気を浴びながら食べれるって感じで、そこがおすすめポイントですね。で私がここのお店をおすすめするもう一つ
ポイントがあって、隣にねお土産屋さんみたいなお店があるんですけど、ここで食べられるパイナップルチンスコーと、あとパイナップルスパークリングワインがあるんですけど、これが本当に美味しいので、ぜひお土産で買ってほしいんですよね。それすごくおすすめです。で、食べ終わった後に隣の階段からこうやって上がっていくと、ちょっと神社みたいな感じになってて、見晴らしがいい展望台とかがあったりするので、本当に観光でぜひ訪れてほしいなっていうお店になってます。はい、リゾートバイトで沖縄本島に4ヶ月半滞在した私がおすすめする沖縄そば5選をお届けしました。那覇空港からはちょっと遠い場所も多かったんですけどね、ぜひ訪れてみてください。これからも日本一周の Vlog とか旅に関する動画を上げていきたいと思ってます。この動画がいいと思ってくださったらチャンネル登録や高評価よろしくお願いします。